もしあなたが献身的に支え続けた相手に殺されてしまうとしたら、2021年10月9日、オーストラリアビクトリア州メルボルン。妊娠中の女性ミシェル・ダラフは離婚準備のため夫と暮らしていた家に荷物を取りに来ました。そして家に入るとその場で泣き崩れてしまったミシェル。壁に飾られた家族写真や夫との思い出の品々を前に、彼女は感情が抑えきれなくなったようでした。一方で夫は、俺を裏切ったくせに、おえつを漏らすミシェルを鋭い目つきで睨みつけていました。裏切ったという言葉は、夫がミシェルのお腹の子を別の男性の子だと思っていたことを示していました。そのことが離婚の原因でもあったのです。しかし、不倫の証拠はどこにもありません。ところがこの後、恨みを暴走させた夫は、妻のお腹の子は自分の子ではないという妄想から殺人を犯した男。彼はなぜ証拠もなく妻の不貞を疑ったのか。夫にとって妻を裏切り者に仕立て上げることは、支配のための都合のいい口実だったんです。おさすけちゃんです。みやみこんです。香港行ってきました。香港、前も言ってたよ、それ。で、香港ディズニーにね。香港ディズニーに主目的は香港に、香港にあるディズニーランドだったの。結果的に私すごい香港ディズニーみんなにおすすめしたいなって思った。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーがどれだけ混んでるかってことが分かったわね。待ち時間少ないし、コンパクトだっていうから、アトラクションの質とかさ、世界観とか、なんかやっぱりランドとかシーに劣っちゃうんじゃないとかって思ってたんだけど、全然そんなことなくってさ、絶叫系も十分にあるし、ちっちゃい女の子にとっては天国よ。プリンセスとグリーティングできるの。これ東京ディズニーランドにはなくってさ、女の子にとったらもうキュンキュンよ。確かにね。で、そこら辺をね、ジャスミンとか、シンデレラが歩いて、ってやってくると、私も、ってなっちゃって。少なくとも私結構感動しちゃったから、待ち時間も少ないし、アトラクションも充実してるし、ディズニーランドの方が広いはずなのに、全然充実感、満足感、アトラクション乗った数とか全然違ったから、だからすごいおすすめです。今回はオーストラリアで起きた夫婦間の殺人事件をご紹介します。妊娠中の妻がね、夫によって殺されてしまうんですが、その動機はね、お腹の子が自分の子じゃないっていう妄想だったんです。妄想ってことは、ちゃんとお腹の子は本当に自分の子供だったってこと？何？疑わしいような部分が見えちゃったってことなの？これ疑わしいっていうどころか、被害者の女性はね、非常に献身的な妻だったんです。この事件はね、絶対に夫を見捨てず、尽くし続ける彼女の姿勢があだになった側面もあるんです。事件当日、夫との離婚を進めるため、彼の元へ向かった妻。そこでは一体何が起こっていたのか。結婚生活の終わり。2021年10月9日、オーストラリアビクトリア州メルボルン。夜7時半、初老の男性アシュリー・ダラフは娘夫婦の家へ訪ねてきました。32歳の娘ミシェルは訳あって夫と別居中。彼女は実家で暮らしていたのですが、この日は昼過ぎに夫の元へ向かい、夜になっても帰りませんでした。ミシェルが妊娠中だったこともあり、心配した父親のアシュリーは様子を見に来たのです。おかしいな。父親のアシュリーがチャイムを鳴らしても中から反応はありません。胸騒ぎを覚えたアシュリーは裏庭へ回り、フェンスを乗り越えて開いていた裏口から家の中へ。そして薄暗い廊下を進み、子供部屋へたどり着いた時、彼がそこで見たものは、血まみれで倒れている娘ミシェルでした。ミシェル、しっかりしろ！大丈夫か？父親は必死に声をかけますが、すでに手遅れでした。ミシェルは首と背中を深く刺され、その傷は脊椎まで達しているほど。顔はあざだらけで執拗に殴打されたことも見て取れました。さらに彼女の隣には夫のベンジャミン・コーマンも同じく血まみれの状態で倒れています。その傍らには凶器とみられる大きな包丁が。お前が娘を刺したのか？父アシュリーはベンジャミンを怒鳴りつけ激しく揺さぶりますが返事はありません。現場の状況からそれは妻を道連れにしての心中としか思えませんでした。夫婦はすぐに病院へ搬送され、そこでミシェルとお腹にいた妊娠12週の胎児の死亡が確認されます。一方、同じく亡くなっているように見えた夫のベンジャミンは緊急手術で一命を取り留めたのです。亡くなったミシェルは児童保護や薬物リハビリテーションの分野で働いていたソーシャルワーカー。薬物使用や暴力行為を許さない強い正義感の持ち主でした。友人も多く、2人の幼い息子にも深い愛情を注いでいたミシェル。家具職人の夫ベンジャミンとは、彼が
が10代の頃から家族ぐるみの付き合いをしており、ミシェルの両親とも気の知れた仲でした。しかし最近は夫婦関係がうまくいっておらず、2人は1ヶ月前から別居。ミシェルは離婚の準備に向け、夫と暮らした家に荷物を取りに来たところ、命を奪われてしまったのです。ちょっとこれはご両親もショックが大きいでしょ。だって昔から知ってた相手が突然表変しちゃったわけでしょ。それがですね、突然表変したわけではないんです。この妻は長年夫との関係に悩んではいたんですけど、夫を見捨てることができなかったんです。見捨てない理由。ミシェルとベンジャミンの出会いは事件から11年前の2010年頃のこと。ベンジャミンはもともとミシェルの弟アーロンの親友で、週末によく家に遊びに来ていたのです。そして家族で交流を交わすうち、ベンジャミンとミシェルは次第に惹かれ合っていきました。2016年に2人が交際を公表すると、周囲の人々はまるで映画のような馴れ初めだと祝福。誰もが認める完璧なカップルと言われていたのです。2人はやがて結婚し、2年後には第一子が誕生。こう聞くと2人の関係はいかにも順調に思えますが、実はそうでもありませんでした。子供が生まれ、父親としての自覚が芽生えるかと思いきや、ベンジャミンはあろうことか生活費を使い込み、売春宿へ入り浸り、さらにある時から妻のミシェルに対し、しきりにこんなことを言うようになったのです。お前、不倫してるだろ。何、売春宿に入り浸ってたのは妻への当てつけってことなの？でもなんで子供が生まれたようなおめでたいタイミングで妻が不倫してるなんてさ、言い出しちゃったわけ？理由はこの後の彼の気候を見ればわかるんです。売春宿へ通い始めたり、妻の不倫を疑ったり、目に見えて様子が変わってしまった夫ベンジャミン。彼はここからさらに妻のミシェルに対して耳を疑うような発言をします。お前は俺の考えてることは全部お見通しなんだろ。知らない間に俺の脳みそにチップを埋め込んだんだろ。当然そのような非現実的なことがあり得るはずがありません。ではなぜ彼は突如としておかしな言動を取り始めたのか。それはベンジャミンが違法薬物に手を出したためでした。ベンジャミンが使用していたのは高純度の覚醒剤メタンフェタミン。極めて強い依存性を持ち、乱用すれば深刻な妄想や幻覚、そして攻撃的な行動を引き起こすとされます。実はベンジャミンは10代の頃から大麻を常用しており、妻ミシェルの両親は2人の結婚に不安を感じていた部分もありました。それでもミシェルがベンジャミンを選んだのは、彼女が仕事の関係から薬物リハビリテーションに精通していたことも関係していたと考えられるのです。いくら仕事で慣れてるとはいえね、旦那さんはもう精神科に入れちゃった方がいいぐらいの状況に思えるわよ。なんかもう家庭でどうにかこうにかできるような範囲じゃないでしょ、これは。彼女はね、職業上の責任感とパートナーに対して献身的に振る舞わなければならないっていうね、脅迫観念があったと言われてるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、メサイアコンプレックスについて。メサイアコンプレックスとは、他者を救済しなければならないと脅迫的に思い込み、自己犠牲を払ってまで人を助けようとする心理状態を指します。単に優しい性格の人と異なるのは、人助けをしているということが自分の存在価値になっている点。人助けをしている自分にこそ価値がある。その思い込みの強さから、放っておけばダメになってしまいそうな相手を無意識に選び、過剰に尽くしてしまうのです。薬物リハビリテーションの分野で働くミシェルには、夫のベンジャミンを正しい道へ導ける自負があったと考えられます。夫を更生させるという強い使命感を持っていた彼女は、何があっても夫を見放すことができず、このことが後の悲劇につながっていくのです。2020年4月からは新型コロナウイルス蔓延によるロックダウンが開始し、外出自粛のストレスからベンジャミンの精神状態はさらに悪化していきました。次男が誕生した頃には、あまりの暴言や異常行動に耐えかね、妻のミシェルが息子たちを連れて実家へ避難。それでもミシェルは決して夫を見捨てようとはしませんでした。夫のベンジャミンが少しでも態度を改める素振りを見せると、ミシェルは彼を許し、元の同居生活へ。危険を感じて一時的に避けることはあっても、最後に夫を更生させるのはやはり自分だと、その使命感だけは捨てられなかったのでしょう。しかしこの後ベンジャミンは、そんなミシェルの信念をも折ってしまう決定的な裏切り行為に及ぶのです。献身の限界。一度は夫を信じ同居生活へ戻ったミシェルでしたが、その数ヶ月後、彼女はまた息子たちを連れて実家へ避難しました。夫のベンジャミンはやはり少し態度が改善したように見えてもすぐ元の状態に戻ってしまいます。息子たちはまだ幼く、ミシェル自身も3人目を妊娠していたこともあり、そのまま同じ家に居続けるのは危険に思えたのです。そしてミシェルが実家へ戻ってから数日後の2021年9月9日の夜、彼女は何気なく開いた通帳の残高を前に唖然と
とします。夫婦はマイホーム購入のため約10万ドル、日本円換算で1000万円以上を共同で貯金していたのですが、そのほとんどが無断で引き出されていたのです。そう、ベンジャミンは妻が息子たちを連れて実家に戻った非常時にもかかわらず、自分のために高級スポーツカーを購入していました。さらに妻のミシェルへ連絡してきたベンジャミンは追い打ちをかけるようにこう告げます。俺か、これから生まれる子供か、どっちを取るんだよ。薬物の影響で被害妄想を募らせ、ミシェルのお腹の子が別の男性の子だと思い込んでいるベンジャミンは、子供を下ろせと彼女を責め立てました。その言葉に、絶対に自分が彼を更生させると誓っていたミシェルも、もはや限界が近いように思えたのです。私の人生、もうめちゃくちゃよ。友人の前でそう言って泣き崩れたミシェル。さらに夫のベンジャミンは、この後もミシェルを徹底的に追い詰める行動に出るのです。別居から数日が経ったある日、夫の数々の異常行動に疲弊しながらも、ミシェルは彼の様子を見に夫婦で暮らしていた家へ訪れた。あなた、ガレージにいるの？ガレージから聞こえてくる低く響く車のエンジン音。新しく買った車のものだろうか。外を走るわけでもなく、ずっとガレージの中でエンジンを吹かしているベンジャミン。その振る舞いを妙に思いながらも、ミシェルはすぐにガレージへ向かった。するとそこでは、夫ベンジャミンが自ら死のうとしていた。嘘でしょ？排気ガスを車内へ引き込み、運転席で気を失っていたベンジャミン。ミシェルは妊娠中であることも構わず車内へ飛び込んだ。彼女は有毒ガスにむせながらも意識のない夫の腕をつかみ、必死の思いで外へと引きずり出す。しっかりして、死なないで。ミシェルが何度も呼びかけると、ベンジャミンはわずかに身をよじり、うっすらと目を開けた。ミシェルはほっと胸をなで下ろした。すると次の瞬間、ベンジャミンは自分を救い出した妻に向かい、確かにこう言った。俺を裏切って浮気したくせに。奥さんは命がけで助けてくれたわけじゃない。それが第一声罵声ってあまりにもひどすぎるわよ。彼としてはね、自殺未遂をしたのは、そもそも妻のせいだって言いたかったんです。それ自体がね、妻を責めるための行動だったんです。ガレージでの一件以来、夫のベンジャミンは精神科病棟へ入院。彼は約1週間で退院となりますが、今後、夫婦の関係をどうしていくのか、妻のミシェルの心は決まっていました。もう、あの人との関係は続けられない。これまでミシェルは何があっても夫のベンジャミンを見捨てませんでした。ただ、してもいない不倫を理由に自殺未遂までされてしまい、彼女の心もついに折れてしまったのです。そして実は、ベンジャミンがここまで頑なに妻の不倫を疑った理由は、単に薬物依存だけではないとされています。きっかけは、この2年前の妻ミシェルの30歳の誕生日パーティーのこと。長年真面目に働き、その人柄も愛されていたミシェルには、社会的に成功している友人が多くいました。若い頃から素行の悪かった夫ベンジャミンは、妻を祝うために集まったそのメンバーの中では浮いた存在。彼はその劣等感からお酒を煽り、すぐに酔いつぶれてしまったといいます。しばらくして目を覚ますと妻のミシェルが介抱しますが、その後ろでは彼女の友人男性が心配そうに見つめていました。自分が一人寂しく飲んでいるすぐそばで、妻は自分よりも立派な肩書きの男性と楽しそうに談笑していた。そして何より気に入らないその男性が自分を憐れむような目で見つめている。その状況においてベンジャミンの口から出た言葉はこうでした。お前ら、俺に隠れて不倫してんだろ。以降、ミシェルに不倫の事実は一切ないにもかかわらず、夫のベンジャミンはたびたび彼女が不倫していると責めるように、周囲から認められている妻に対して劣等感があったベンジャミンは、裏切り者のレッテルを貼ることで自分と同じレベルに引きずり下ろそうとしたのです。その身勝手な思惑と薬物依存が重なったことで、やがて自分との間にできた子さえも不倫相手の子だと妄想するようになったベンジャミン。この後彼はその被害妄想から妻への最後の復讐を決行するのです。奥さんの友達は心配してくれてたわけでしょ、心の底から。それを見下されるって受け取るってもうどれだけひねくれちゃってんのよ。彼の場合薬物の影響もあってね、ただのひがみが覆せないほどの妄想に襲われていたのです。そしてこの後ついにベンジャミンは恐ろしい事件を起こしてしまうんです。俺を置いていくな。2021年10月9日、ミシェルは午前中に夫と子供たちが過ごす時間を設けた後、実家に子供たちを預け、一人で夫ベンジャミンの元へ戻りました。
今日でもう全部終わりよ。彼女が一人で夫の元へ戻ったのは、その家から自分の荷物を回収し関係を終わらせるため。ミシェルは夫に対し、使い込んだお金のうち1万ドルだけでも返してほしいとメールを送りましたが、返信はなし。諦めと虚しさが入り混じった感情の中、ミシェルはその家のドアを開けたのです。住み慣れたその家の扉を開けると、ゆっくりと廊下を進んでいくミシェル。壁に並ぶ家族写真や夫との思い出の品々。私たちどこで間違っちゃったの？幸せだった頃の記憶がよぎるたび、ミシェルはまたやり直せるはずだと何度となく思い直してきた。しかしそれも今日で終わりにするつもりだった。そのつもりだった彼女がそこで泣き崩れたのは、これまでと同じように大好きだった頃の夫の記憶をどうしても消せずにいたからかもしれない。夫のベンジャミンはおえつを漏らす妻の様子を奥の部屋からじっと見つめていた。傍らには大きな包丁が。俺を置いていくならお前も道連れだ。ベンジャミンは包丁を握りしめミシェルへ歩み寄った。やめて、何するつもり？驚いたミシェルはその場を逃げ出そうとするが、彼女は背後から太ももを刺され、その場に崩れ落ちた。ベンジャミンは身動きが取れなくなった妻に馬乗りになると、彼女の顔面を何度も殴りつける。お願い、やめて。ミシェルは必死にそう叫ぶが、ベンジャミンは彼女の喉をめがけ、深々と包丁を突き立てた。どれだけ薬物に溺れ、暴言を吐いても散財しても、決してベンジャミンを見放さなかったミシェル。それでもベンジャミンにとって彼女は、本当にただの裏切り者でしかなかったというのだろうか。その日、夫のベンジャミンは本来、妻の前で命を絶ち、彼女にトラウマを植え付けようと考えていたといいます。しかし、いざその場になって妻が泣き崩れる姿を目にし、今すぐ殺さなければならないと考えが変わったというのです。妻のミシェルを殺害した後、ベンジャミンも自身の腹部に何度も包丁を突き立てました。しかし結局、妻とお腹の子だけが亡くなり、彼だけが生き残ったのです。残された2人の息子については、その後祖父母が引き取ったといいます。なんで泣き崩れる奥さんを見て殺意が湧くのよ、もう。全然理解できないわよ。まあでもこれは被害者面するなよっていうことなのよね、多分。ベンジャミンとしてはね、奥さんが不倫してると思い込んでいたんです。被害者に責任があるような言い方はしたくないんですけど、彼女は一人で夫の元へ向かうべきではなかったんです。裁判において弁護側は薬物の影響による心神耗弱を主張しましたが、その主張は認められませんでした。精神疾患を発症する以前から嫉妬深く支配的な性格だったベンジャミン。彼の真の動機は社会的信用のある妻への病的な嫉妬によるものだとされたのです。事件から2年後の2023年3月31日、殺人罪で有罪となったベンジャミンに下された判決は懲役25年、仮釈放が認められるまで最低20年とされました。ミシェルは夫の更生を信じ限界まで尽くし続けましたが、夫のベンジャミンはそんな彼女を裏切り者だと断じ、お腹の子もろとも殺害してしまいました。明確な証拠もなくパートナーの不貞を深く信じ込んでしまう。その状態は精神医学の分野ではオセロ症候群と呼ばれ、一度その妄想に支配されるといかなる説得も通用しなくなるといいます。そうした相手に話し合いで解決しようと粘り続けても埒が明かず、今回のような逃げ遅れにつながってしまうことがあるのです。もし大切な人が以前とは変わってしまったとして、見捨てるべきか寄り添うべきか、あなたはどこで線引きしますか？